では、定刻となりましたので、会見始めさせていただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずはじめに、今般の記者会見を行わせていただきます趣旨についてご説明をいたします。今般ですね、トカラ列島近海では、体に感じる地震が非常に多く発生しています。本日の16時時点におきまして、900回を超えております。この付近では、過去にも地震活動が活発になった時期があります。例えば、令和5年9月の地震活動と比較しましても、倍以上の回数となっております。そして、現在も非常に活発な活動が継続しております。トカラ列島近海では、6月21日5時頃から地震活動が非常に活発となっております。6月30日、そして本日7月2日にも最大震度5弱を観測する地震も発生しております。震源地の付近では落石、崖崩れ等が発生している可能性もあります。また、地震が頻発しており、大変不安に感じておられる方も多数見えると思います。これから暗い時間帯になります。お休みになられる際などにはですね、身の回りの安全の確保をお願いしたいと思います。それでは、まず今回の一連の地震についてのご説明をしたいと思います。地震回数表をお願いいたします。今回の、地震活動ではですね、体に感じる地震、先ほど申し上げましたけれども、今日の16時現在で900回を超えています。これは、ですね、日ごとのグラフになっています。これが6月21日8時から24時まで。あとは24時間ごとの回数となっておりまして、ここは震度1、2、これは震度の階級です。そしてここは累計となっていまして、このあたりをピークにですね、100回を1日100回、300回、400回近くとかですね、累計でだんだん増えてくるような地震になっておりまして、多い時には1日に183回の地震になっておりまして、棒グラフで示しましてもですね、6月21日から本日までかなり多くの回数が発生しています。実際にですね、これ、体感している方はわからないと、ここに見える方はわからないと思いますけど、1時間で16回とかですね、震度を観測しておりまして、寝てる間にですね、このような地震がありますと、寝れないんじゃないかと思います。ですので、今回はですね、震度5弱ですので、通常投げ込みというふうに、なりますけれども、今回はさすがに900回を超えてきて、やっぱり不安が払拭できないであろうということで、急遽このような特別な、会見の時間をいただいております。ということで、皆さんのご興味としてはですね、いつ終わるのかということについてもご興味が関心があると思いますが、残念ながらいつ終わるということは申し上げることができません。これ後ほど今回の先ほど発生しました震度5弱のですね、資料多分、気象庁のホームページで載ってますし、皆さんのお手元にあると思いますけれども、過去7事例等のですね、地震の発生したパターンがございまして、みんなまちまちです。ですので、皆さんに、取っていただきたい行動としては、まず身の安全を確保できることと、すぐに避難できるような準備をしていただくこと、あとは耐震化もそうでしょうし、まずお休みになられる際は先ほど申し上げましたけど、各棟の倒壊が倒れるような場所はないこと、あとは上から高いところからです、物が落ちてこないような場所でお休みになること、まずこれを第一としてください。あとこれがいろんな被害の状況というのは私たちはまだ入っておりませんけれども、例えば過去の地震においては主要道路に落石等があって、通行が不能になったという例も聞いております。ということでそういうことも念頭にしながらいろいろ準備等をですね、心づもりをお願いをしたいと思います。で、次のページわかりますかね。これはですね、7月2日の6時現在のものになりますけど、過去に発生した地震と今回発生した地震の累計のグラフを比較してございます。一番下の方がですね、上の方が今回ですけれども、こちらが、震度を観測しだしてからの累計の日数、要は地震が発生してから何日ぐらい経ったかというのが横軸。縦軸がここにメモリがございますけれども、
発生した回数です。震度1以上の、とこですね。発生した回数です。で、今回は、前回がですね、令和5年9月に、346回の地震が発生してございますが、今回は、6時現在でもう900回、今ちょっと古いんですけれども、今現在で、900回は超えてございますので、倍以上の回数、今までこの程度で推移したものが今回はこの程度まで増えているということで、非常に活発で回数も多い。ということは皆さんにとってなかなかですね、安心してお休みになれないような状況が続いているものと思いますので、特にですね、また、いつ終わる、残念ながらいつ終わるということは申し上げられませんけれども、まず身の安全を確保を図っていただいた上でですね、今しばらくですね、当面の間このような状況が続くと思いますので、十分注意をしていただきたいなと思います。で、私からは、概略ですけれども、この2つになります。で、改めましてですけれども、これが暗い時間に入ってきますので、この島内にお住まいの方は、家具等が倒れてきても大丈夫なような身の安全を確保していただいて、お休みいただきたいこと。あとは、主要道路等のですね、いろいろ落石等もございますので、そのようなことも念頭に、対応を取られたらいいなと思います。私からは以上でございます。ありがとうございます。幹事社から一つお伺いします。昨日の夜中から今日にかけて、やはり震度の大きい地震が急激に回数が増えているというところで、島民の方からも、さらに大きな地震が来るんではないかというような不安の声もかなり聞かれています。今後の、なかなか難しいと思うんですけれども、この地震が、今後さらに大きな地震の、いわば前兆と考えられるようなものなのか、今後の揺れについて何か話せるようなことがあれば教えてください。過去においてはですね、今回5弱の地震がございましたけれどもですね、2021年の12月の9日にはマグニチュード 6.1 の地震が発生して、震度5強という地震が発生してございます。ですので、このグラフですね。ごめんなさい。ちょっと上の方行くかな。もうちょっと上行っていい。これ、ね、次のページお願いします。次のページ。大体ですけれども、このあたりというのはですね、これ、横軸が年で、縦軸がマグニチュードです。で、この辺はです、赤い、ピンクとか青とか緑とか水色というのは、この過去に起こった主要な地震で、どれぐらいのマグニチュードのものがいつ起こったかというものです。括弧1としては、色は、青色ですけれども、1923年の11月。緑、ごめんなさい、色間違えた。1がピンク、2番目が青となってますけど、大体マグニチュード6から7の地震というのは、これ1年が年ですから、数年に一度程度起きますし、最近では大体です。このような7程度の地震も起きます。で、マグニチュードと震度の関係というのはどこで地震が発生したかによって震度が変わりますので、ですけど、おおむね5強程度の地震は過去に発生したことがありますので、その程度の揺れがあることについては想定をしておいていただきたいと思います。ありがとうございます。もう一つ、この、群発地震が起きていることの、原因といいますか、メカニズム的なところでもう少しお話を伺えることがあればお願いします。ですね、ここに、メカニズム、まず観測されている事実としては、今回、先ほど、5弱の地震が起きましたけれども、南北方向に引っ張られる方向の力が加わって地震が起こったと。でそれまでは、北西方向か南東方向に、張力の力が働いて地震が発生したという事実は観測から分かっておりますが、この辺りのですね、さっきの地図が出てはないかな。これ。はい。この辺にいろいろプレートがありまして、これはちょっといろいろ複雑なメカニズムで起こっているので、いろんな説がありますので、このためにこの地震が起こったというメカニズムは実はよく分かっています。いろんな説っていうのは、今、気象庁さんの方ではどういうようなことを、見立てとして考えていらっしゃるんですか？それは特に難しいなというところで見立てております。わかりました。ありがとうございます。各社さんお願いします。
NHK の宗像です。今後の見通しについて、こちら、なかなか見通しづらいというところはありますけれども、普段の地震であれば、今後1週間以内での、注意をというところありましたが、そのあたり、どれぐらいの期間、その注意すればいいのかというのも、なかなか見通しづらいというところでしょうか。斜め図を出してください。7枚ぐらい絵があるやつを出してください。メカの下かな。もうちょっと上かな。もうちょっと。はい、ここです。で、ちょっと小さいかもしれません。資料としてお配りしていますけど、まず、この周辺の地震というのは、いきなり大きな地震がドンと起きて、それから下がってくるようなタイプではないです。弱い地震がずっと頻発して起こってから、こういう感じでですね、何年間に大きな地震がドンと起きるようなタイプの地震でして、いわゆる、本震余震型といいますか、そういうタイプではありません。それであとはですね、この期間、今7事例あります。95年の12月のもの、2000年のもの、2003年のものという形で、この周辺で発生した地震の、どういうような、地震の起こり方をしたかというもののグラフです。横軸はですね、これ、一目盛りで月です。英語で書いてます月ですので、このように長く続くものもありますし、最初に起こって散発的になるものもありますし、このように2024年8月ですと、このように、この程度起こるもの。で、今回は、この先頭でかなりの回数、今、900回超えてますけれども、そのような発生し方がありまして、これ見てもですね、なかなか同じパターンに入っていないというのがお分かりになると思いますので、この地域の地震はそういうような地震の起こり方をするということでございます。ですので、いつ終わるかとかですね、いわゆるいつ頃減ってくるかということはわかります。すみません。あともう一問なんですけれども、このように過去から群発地震が相次いでいるということですけれども、今回の地震かなり回数が多いですが、そのあたり言えることというのは過去と比べて何か違う傾向があるであるとか、何か言えることはあるんでしょうか。まず傾向的には数が突出して多いということは言えます。で、今私たちが知っているのは、この過去に1995年以降のもので、過去に私たちの観測が起こる前のことについては何ら申し上げることはできませんが、少なくとも、過去に1995年以降で、この辺で観測された地震については過去最大回数としては多い地震だということは分かります。逆に言えばそれぐらいしかまだ分かりません。朝日新聞の片島と言います。先ほどおおむね5強程度の地震が起こることも想定するという話ありましたけれども、徳川列島近海には大きな活断層は確認されていないと思うので、その震度が6強とか7を観測するような地震が起こることは考えにくいということでしょうか。そこまでは分かりませんけれども、今のところ私は知り得ているものとしては5強が当然起こられるとは言いませんが、大体大きな地震というのは海溝型の地震で起こることが多いですので、ないとは言い切れませんけれども、おおむね5強程度が想定はしておくべきというふうに考えております。わかりました。ありがとうございます。あと、今日に入ってから悪石島だけじゃなくて小宝島の方でも強い揺れが観測されるようになりました。はい、その理由としてどのようなことが考えられるんでしょうか。理由、地震の分布を見てみたいと思うんですが、例えばですね、もう1時間に10回とか20回、もう、このエリアでランダムに起こってくるので、特に、地震の規模っていうのは私たちの規模よりもはるかに大きくてですね、特に、何々島とかっていうよりは、この辺りがそういうような状況で、そういう辺りで、たまたま発生しているということぐらいしかわかりません。フジテレビの小堀です。先ほどから原因がわからないとおっしゃってましたが、この辺火山群でもあるかと思うんですが、火山が影響しているという可能性はあるんでしょうか。そのことについてはまだわかりません。影響しているとも言いませんし、影響していないとも言いません。また地震本部等でいろいろです議論されると思いますので、その見解を待ちたいと思います。わかりました。あと新燃岳も噴火活動が今してると思いますが、新燃岳とか南海トラフへの影響っていうのはどうなんでしょうか。はい、おそらくないと思います。
ありがとうございます。テレビ朝日の矢吹と申します。今の話もちょっと関連するんですけども、SNS 上なんかを中心に最近ですね、特定の日付で地震が起きるんじゃないかとかですね、都からの法則と言われるような、ここのあたりで地震が起きた後、他のところで大きな地震が起きるんじゃないかといったような言説が飛び交っているんですけども、そのあたりについて気象庁としてどういったご見解をお持ちなんでしょうか。まずですね、地震予知について、ある特定の7月の特定の日に、ある場所で地震が起きるだろうというものについては、そういう情報に接しておりますけれども、地震の予知ができることについては3つの条件があります。いつ、どこで、どの程度、マグニチュードは、緯度経度はいくらで、何月何日にマグニチュードいくらというものは言えなくてはいけませんし、そのような、技術は現時点ではありませんので、そのようなことを特定したものについては全てデマだと思います。いわゆる都からあたりで地震が起きた後、他のところで大きな地震につながるっていうようなところ、今ちょっと新燃岳とか南海とか懸念する声なんても聞かれているんですけども、そのあたりはどうでしょうか。ごめんなさい。もう一つの方ですね。はい、それについては、この地震についてはないと思います。わかりました。ありがとうございます。他各社様よろしいですか？よろしいですか？では、会見を終わらせていただきます。ありがとうござありがいました。とうございました。すみません。いらっしゃる社の方にちょっと、簡単にお諮りしたいと思います。先ほども、会見前申し上げ